こんにちは、ぴょんです。今回はキーウェイ航空ビジネスクラスでのヨーロッパ往復体験をお届けいたします。東京発着便の航空券は年々高くなっており、さらに航空会社のマイルを使った特典航空券は全く予約が取れず、皆様お困りではありませんか？かといって長距離の国際線をエコノミーシートで移動するのは本当に辛いと思います。今回の手段ではほんの一工夫するだけで通常の半分、ハイシーズンの3分の1でビジネスクラスに乗りヨーロッパへ行けてしまう驚きの価格を実現できました。それはソウル発着便を利用することです。ソウルへの移動は日本全国31の都市から直行便が就航しており、非常に便利です。今回は韓国ソウル、ドイツフランクフルト便を利用しました。距離にして約8500キロ、飛行時間は片道およそ14時間の本格的な長距離国際線です。ヨーロッパ路線の航空券といえば、高額なイメージをお持ちの方が多いかと思います。通常であれば、ビジネスクラスは1名あたり往復50万から80万円。時期によっては100万円を超えることもあります。一般的な航空会社では、夫婦2人で往復すると少なくとも100万円から200万円くらいかかるイメージです。しかし、今回は驚きの価格で大人1名あたり片道11万円。大人2名で往復しても合計で45万円ほどと、まさに破格のお値段でした。キーウェイ航空ソウルフランクフルト路線のビジネスクラスは完全フルフラットシート。驚きのコストパフォーマンスで14時間のフライトを快適に過ごすことができました。それでは今回体験したキーウェイ航空のフライトを往復ともに詳しくご紹介してまいります。キーウェイ航空はターミナル1を使用しており、ビジネスクラス専用カウンターでスムーズにチェックインできます。ビジネスクラスの特典として手荷物の優先預け入れを利用可能。空港の混雑時でもストレスなく出発の準備を進めることができます。スタッフの方も親切でした。その後、保安検査場を通り過ぎ、出国審査を終えます。ソウルにはプライオリティパスで利用できるラウンジがたくさんありますが、どこも非常に混み合いますので、早めの行動がおすすめです。出発する便が多い時間帯なのか、朝はすべてのラウンジに行列ができていました。キーウェイ航空は LCC のためビジネスクラスでも利用できるラウンジはありませんが、このチャンネルをご覧くださっている旅好きの皆様はプライオリティパスを無料取得できるクレジットカードなどをお使いかと思いますので、そこまで問題ないと思います。スカイハブラウンジは24時間営業でお食事なども充実していました。いよいよ搭乗時間が近づいてきました。ゲートが遠く、コンコースへシャトルトレーンで移動します。LCC ではゲートが遠いということはよくあることです。今回搭乗するのはキーウェイ航空の TW403 便。韓国ソウル発
ドイツフランクフルト行きです。ソウルを経由するのは少し面倒だなと思われた方もいらっしゃるかもしれません。でも実はソウルは日本全国からのアクセスがとても良く、大阪、名古屋、福岡、札幌、那覇などはもちろん数多くの地方空港からも定期便があり、日本の31もの都市からソウルへ直行便が就航しています。日本各地の空港からソウルまで直行便でおよそ 1,2 時間。時期や航空会社によっては日本ソウル間の往復航空券が1万円を切ることもあります。また、首都圏以外にお住まいの方で海外へ行かれる場合はまず国内線で成田や羽田に移動し、そこから国際線に乗り継ぐというケースも多いですよね。日本国内で成田や羽田までの移動が必要な地域にお住まいの方にとっては、むしろソウルへ飛ぶ方が時間もコストも効率的というケースすらあるのです。アジア経由でヨーロッパへ向かうというスタイルは今や一つの選択肢として広まりつつあり、特に快適性を求めながらも費用を抑えたい方にとってキーウェイ航空のこの路線はまさに穴場と言える存在です。キーウェイ航空は LCC として低価格でありながらも安全性や時間厳守など基本性能は高く評価されています。飛行機へ乗り込みました。ビジネスクラスは222の横6席配列で全18席という構成です。足元は広く窓3つ分とシートピッチにもかなり余裕があります。この路線のシートはなんと完全なフルフラットになるとウェブページに書かれていました。後で試してみましょう。まずはアメニティからご紹介してまいります。格安すぎてアメニティなどは全く期待していなかったのですが、フルサービスキャリアと変わらない用意がされていました。ふわふわの枕、全身をすっぽり覆えるサイズの大きな毛布。ミネラルウォーターは注文せずとも最初から座席にセットされています。スリッパもあると思っていなかったので嬉しいです。可愛らしいアメニティポーチはカバンの中で収まりやすい薄型。中身もいろいろありまして、まずは基本のアイマスク。表は明るい色ですが、裏側は黒でしっかり遮光してくれます。ヘッドが大きくなくて使いやすい歯ブラシと歯磨き粉。そして嬉しいのが顔用のシートマスクです。機内は乾燥しますのでありがたい限りです。機内紙はキーウェイ航空スペシャルのナショナルジオグラフィック。それではシートを倒してみましょう。7年前に大韓航空のビジネスクラスでフィジーに行ったことがあり、確かにこのようなシートであったと思い出しました。一昔前に極めて一般的であった形のビジネスクラス座席です。現在の主流の形の一つであるスタッカートシートと比べて窓が多いことと足元の空間が広いため、この旧型の座席は結構好きです。背もたれを倒すと水平にシートが伸び、身長がある方でもしっかりと足を伸ばして眠ることができます。
身長が160センチちょっとの私は頭から足まで壁にぶつかることなく寝られました。180センチくらいの方ですと足を少し曲げないと横になれないかもしれませんが、フルサービスキャリアのビジネスクラス座席と比べても大差ないと思います。座席周りには USB ポートとグローバル仕様のコンセントが備わっています。ティーウェイ航空についてご紹介いたします。もともとはアジア圏の短中距離路線を中心に展開していましたが、近年はエアバス 330-200 型機の導入により本格的に長距離路線へと進出。その象徴的な路線が今回ご紹介するソウル・フランクフルト線です。使用機材はまさにエアバス 330-200。この機体はビジネスクラスに完全フルフラットシートを備えた構成で、大韓航空などの大手航空会社からのリース機材です。これにより LCC でありながら長距離ビジネスクラスとしての快適性をしっかりと確保。他の LCC とは一線を画す新しい形のハイブリッド航空サービスを提供しています。このようなお得な航空券をどのように見つけるのか。私は Google フライトを活用しています。Google フライトで日付を入力せずに世界地図を開くと、世界中の都市へいくらで行けるか最安値が表示されます。出発空港を日本国内だけでなく、今回はソウルに設定して検索をかけたところ、このような超格安チケットを見つけることができました。LCC であるにもかかわらず、ビジネスクラスのお食事は無料で提供されます。2種類の選択肢から私はビビンバを選びました。そして飛行中いつでもカップラーメンの注文が可能です。時差ボケ防止のため、睡眠は飛行時間の前半が適切です。昨日あまりよく眠れなかったためちょうど良いです。韓国は日本との時差はなく、ヨーロッパとの時差は7時間です。目が覚めると窓の外には見渡す限りの荒涼とした大地が広がっていました。目を凝らすと時々集落が見えたりもします。川も湖もめったにない砂漠のような景色が延々と伸びていて、ここで暮らしている人々は相当厳しい生活をしていると思います。早くもセカンドミールのサービスが始まりました。イングリッシュブレックファーストか韓国料理の牛肉のおかゆから選べ、迷わず韓国料理を選びました。餃子とさつま揚げのようなおかずも含め、すべて無料でいただけました。フルサービスキャリアの航空会社でコース仕立てになったたくさんのお料理が出てくることも贅沢かもしれませんが、これくらいの量で十分ですし、むしろこれくらい簡単な方がいいなと思いました。超長距離路線でこれだけの低価格を実現してくださっていて、ありがたい以外の思いがありません。客室乗務員の方々も親切で良い方たちです。一
一つだけ欠点があるとすれば、機内エンターテインメントの提供が一切ありませんので、映画やゲームができないだけでなく、今どこを飛んでいるのか、あと何時間で着くのかが全くわからないところが少し不便ではありました。有料で良いので Wi-Fi サービスがあれば便利だと思います。ただ私はそれらを事前に理解していましたので、あらかじめ自分のパソコンに映画をダウンロードしておいたり、世界時計を見ながらだいたい今どのあたりか推測したりして、そこまで不便なく過ごせました。ヨーロッパの中心に位置するフランクフルトはどこへ行くにも便利な空港。各地へのアクセスも良く、旅の自由度が一気に広がります。後日フライトアウェアで確認すると、このようなルートでした。今回の旅の目的地はスイスでした。自然の美しさと静かに流れる時間の中で心が満たされていく日々。旅の前半はユングフラウ山山を望む山あいの村、グリンデルワルドで過ごしました。雄大なアイガーの岩肌、澄んだ空気、緑の牧草地が広がる穏やかな風景。日常を離れ、大自然の懐に抱かれる豊かな時間がそこにはありました。そして旅の後半はスイス南西部の静かな田舎町シュマンへ。アルプスの山並みに囲まれたのどかな場所で、村の人々の穏やかな暮らしや土地の恵みを感じる食卓。そして静けさに包まれた午後のひととき。一言では言い尽くせないほど幸福な旅でした。スイスでの詳しい滞在の様子は次回以降の動画でご紹介いたします。チャンネル登録をしてお待ちいただけましたら嬉しいです。それでは旅の後半、袋便の様子をお届けします。機種は行きと同じエアバス330のダッシュ200ですが、機材は全く同じではなく、この袋便の方が若干新しいものである気がします。今 T-Way 航空が保有しているエアバス330のダッシュ200は5機で5機すべてが2010年代前半から昨年まで大韓航空で使われていたものです。てっきり行きと帰りは同じ機体だと思っていましたので予想外でした。フランクフルト空港は少しユニークな作りになっていて、出国審査を終えた後にラウンジや免税店のエリアがあり、そのさらに奥、搭乗口のすぐ手前で最後に保安検査を受けるという流れになっていました。搭乗するとすぐに担当の客室乗務員の方がご挨拶に来てくださり、離陸1時間後に出る1回目のお食事の内容を聞かれました。本日の飛行時間は予定より短く11時間くらいになるようです。途中、カップラーメンは好きなタイミングで自由に注文でき、2回目のお食事は着陸4時間前に出るそうです。客室乗務員の方は全員とても親切で優しく、何名かは少し日本語を話せる方もいらっしゃいました。航路ですでに確信していましたが、T-Way 航空のコストパフォーマンスは完璧に素晴らしく、今後の私たちの旅の選択肢が増えました。片道たった11万円の東アジアとヨーロッパをつなぐ超長距離路線で、
これだけ素晴らしい設備とサービスを提供していただけるとは想像以上で嬉しいサプライズです。これだけお得な料金ですので、モニターがつかないことくらい全く問題ありません。機内食が美味しいことも嬉しいポイントでした。デル CC では機内食が有料となることも多いですが、ティーウェイ航空のビジネスクラスでは2回のお食事とカップ麺、ミネラルウォーター、コーヒー、紅茶、コーラが無料で提供されています。それ以外のソフトドリンクとお酒は有料です。1回目の機内食はチキンパスタとビーフビビンバの2種類から選べました。私は行きのピンと同じくビーフビビンバを選択。同じメニュー名ですが内容は少し異なっています。食後にはルイボスティーをいただきました。やはりこの座席は開放感がありますね。実質窓4つ分の縦の長さがあり非常に広いです。ティーウェイ航空はヨーロッパ、北米、オセアニアと就航都市をどんどん拡大中。今後も積極的に利用したい航空会社になりました。過去にフライト事故や重大インシデントが発生したことがなく、過去15日のデータでもすべて定刻より前に着陸。安全性、定時運航率が高く、信頼できる印象を受けました。機内食が終わると照明がスッと落ち、機内は一気に静かな夜の空気に包まれます。それぞれの座席で皆が思い思いのくつろぎ時間へ。空のベッドでゆっくりと体を休めましょう。ぐっすり眠った後、2度目の機内食が始まりました。私が選んだメニューは柔らかく煮込まれた牛肉のおかゆ。そして韓国式水餃子。ちょうど良い量ですし美味しいです。食後にはアイスコーヒーをいただきました。キリッと冷えた一杯が眠気をすっと覚まし、頭と気持ちを切り替えてくれます。目的地まではあともう少し。心地よい余韻に浸りながら、ゆっくりと着陸に向けての時間が始まります。揺れもほとんどなく、静かで穏やかな着陸でした。長時間のフライトにもかかわらず、ストレスを感じる場面がなく、終始快適に過ごすことができました。今回のフライトは行きも帰りも中央アジアの上空を経由するユーラシア大陸横断ルートでした。過度な過敏さではなく必要なものがきちんと整った空間。丁寧な機内サービスと美味しい韓国料理、体を横にして休める座席。デル CC という言葉から想像するイメージを覆してくれる旅でした。今回の動画が皆様のご参考になりましたら、高評価やコメント、この動画の拡散などをしていただけましたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。